教わったことを将来使わないと簡単に切り捨てるやつは人生が貧しくなると思っているテントウムシです。今回は擬音語、擬態語のことを思い出してもらっていきます。イチャイチャしているのはどっち？左、仲良くじゃれ合っている。右、仲違いして喧嘩している。答え、左。しくしくしているのはどっち？左、声を潜めて泣いている。右、声を大にして泣いている。答え、左。ウキウキしているのはどっち？左、心が落ち着かない。右、心が弾んでいる。答え、右。擬音語、擬態語はオノマトペとも言うんだけれど、音や様子を言葉で表した表現の言葉よ。これってなんと気持ちや心を表すこともできるんだよね。だからオノマトペを使ってドキドキしたとかモヤモヤするって表現すると相手へ感覚的に伝えることができるのさ。オノマトペを使わない表現も大事だけれど、しょんぼりやハラハラみたいに細やかな感情を伝えるオノマトペが日本は豊富なんだって。それにオノマトペを使うことで文章にリズムが生まれるよ。どんどんやキラキラみたいにね。すっきり、ほ、ばっちり、ドキドキ、バタバタ、ほ、ヘトヘト、ジーン、もやもや、ワクワク、うとうと、さっぱり、くよくよ、イライラ、しょんぼり、ルンルン、ハラハラ、がっかり、とぼとぼ、などがあるよ。スタスタと歩いているのはどっち？左、力なく歩いている。右、急ぎ足で歩いている。答え、右。スイスイと泳いでいるのはどっち？左、慌てて泳いでいる。右、滑らかに泳いでいる。答え、右。ぎゅーんと走っているのはどっち？左、勢いよく走っている。右、ゆっくり走っている。答え、左。テンポの速い BGM が流れていると無意識に歩く速度が速まるみたいに、音の響きには意味とリンクする一定のルールがあるんだって。作業中に音楽を聴くとはかどったり邪魔になったりすることもあるよね。単純作業や手を動かす仕事、慣れたことをするときにはアップテンポの曲、考え事や深い思考が必要なときには歌詞のない曲や自然音、抽象音のクラシックなどがおすすめだよ。ぐんぐんというオノマトペなのに小さくなっていく動きだったらなんだか変な感じがするよね。オノマトペは大小や強さ、速さといった程度の違いについても表せるよ。ピカピカ、キラキラ、ギラギラ、サンサン、ツヤツヤ、メリメリ、ギリギリ、ギーギー、ギシギシ、カタカタ、ヒリヒリ、キリキリ、ズキズキ、チクチク、ジクジク、ノソノソ、ノロノロ、ヨチヨチ、ヨタヨタなどだね。ホクホクしているのはどれ？プルプルしているのはどれ？ネバネバしているのはどれ？上、お皿の上のプリン。左、かき混ぜた納豆。右、ふかしたお芋。答え、ホクホクのお芋、プルプルしたプリン、ネバネバの納豆。イヤホンをつけたまま料理をするのって実は難しいんだよね。まな板で野菜を切る音、火をつける音、和え物をする音、お肉が焼ける音。料理中にはいろんな音がしているし、五感を使って準備をすることは穏やかな気持ちの切り替えになって、その後の食事の消化を助ける働きがあるんだよ。変な匂いがしたら焼きすぎかなとか、色がまだ赤いから火加減を強くしようとか。
特に慣れない料理では考えながら作業をするよね。そうやって音からの情報でも様々な判断をしているというわけさ。しっとり、カリカリ、シャキシャキ、ふんわり、熱々、とろーり、パリパリ、ガツガツ、シュワシュワ、クリクリ、ジュ、ザクザク、トントン、カチッ、ギュウギュウ、もちもち、スカスカ、グビグビ、コリコリ、などだよ。それでは、カレーを作ってみよう。材料は切っておいたので、あとは鍋に投入するだけだ。材料を入れて火をつけ、しばらくすると、お鍋の水面がふつふつと泡立ってくる。そのまま待つと、小さな泡がぷくぷく出てきて、そこから空気がポコポコ立ち上る。勢いよくブツブツと煮立ったら、蓋をして弱火でコトコト煮ていこう。ボコボコと泡が連続したり、ぐらぐらと強火の状態で煮続けると、煮崩れやパサつきの原因になるので、気をつけよう。さて、沸き立った水音には、濁音と半濁音が多いことに気づいただろうか。音の響きは意味とつながっていて、濁音を含んだ音は力強さや迫力、半濁音を含んだ音は弾む様子を表すことができる。強くてかっこいい人気怪獣の名前には必ず濁音が入っているらしいよ。いろいろな音にどんな影響や意図があるかを考えてみると面白いかもしれないね。ずっと使える生活の問題集。ここまで聞いてくれてありがとう。ふーんと思った人はチャンネル登録をしておいて、また思い出せることを増やしてみてね。ちなみに擬音語、擬態語を思い出せた人のために応用の問題を作ってみました。もちろん解けると思うのでやってみてね。それではどうぞ。一番強く風が吹いているのはヒューヒュー、ゴーゴー、サワサワ、ヒューヒュー、ゴーゴー、サワサワ。答え、ゴーゴー。一番雨の量が少ないのはさあさあ、しとしと、ポツポツ。さあさあ、しとしと、ポツポツ。答え、ポツポツ。控えめで優しい笑い声はあはは、カラカラ、うふふ、ニヤニヤ、ゲラゲラ。あはは、カラカラ、うふふ、ニヤニヤ、ゲラゲラ。答え、うふふ。これが最終問題だよ。宮沢賢治の山梨で3匹のカニが後を追う山梨。この山梨が川を流れていく様子を表すのはどれ？ボカボカ、どんぶらこ、つるつる、サラサラ、コロコロ。3匹はここに答えが入るよ。閉じ、流れていく山梨の後を追いました。その横歩きとそこの黒い3つの影帽子が合わせて6つ踊るようにして山梨の丸い影を追いました。ヒント、横歩きしている3匹はカニの親子。小さいカニから見た山梨はとてつもなく巨大に見えるよ。果物が自然の川を流れていくのは間近で見ると結構ダイナミック。水風船ならたらいに入れたらトクントクンと浮き上がるあの感じかな。ボカボカ、どんぶらこ、つるつる、サラサラ、コロコロ。答え、3匹はボカボカ、流れていく山梨の後を追いました。その横歩きとそこの黒い3つの影帽子が合わせて6つ踊るようにして山梨の丸い影を追いました。解説、つるつるは滑らかに表面を滑っていく様子、サラサラは滞りがなく軽く流れる様子、コロコロは硬い場所を小さいものが転がる様子、どんぶらこは非常に重みのあるものが浮き沈みしながら漂っている様子、ボカボカは著者独特の言い回し、手のひら大の果実が川の流れに浮き沈みし、水面を上下に打ちながら漂っている様子。とてもよくできました。
よければいいねを押して、また忘れた時に見てみてね。ずっと使える生活の問題集。